皆さんこんにちは、のらんです。さあ、いよいよシルバニアファミリーの出番となってまいりました。前ね、購入したということをご紹介しましたシルバニアファミリー着せ替えソーイング、こちらの本を試してみたいと思います。で、いろいろ載ってるし、赤ちゃん服が掲載されているということで、ちょっとね作りたいものはいろいろあるんですけれども、まずはねやっぱオーソドックスに大人服ですね。お父さんお母さんのお洋服で、やっぱりズボンよりスカートの方がね難易度が低いかなというふうに思いますので、まずはねお母さんの服を作っていこうかなというふうに思います。こちらはねヤギのお母さんですけれども、このね襟の使い方ってすごいいいなって思うんですよね。この折り込むことによって縫わなくてもほどけてこないし、綺麗に襟の形が出るってすごいいい工夫だなっていう風に思いますね。これはねなんかどっかで真似したいな。素敵。すごいちゃんと裏地もついてるし、本当にすごいいい出来ですよね。こういうのが上手に作れるようになるといいなというふうに思いますけれども、まずはねちゃんと本の通りにいきたいと思います。で基本的にはお母さんのワンピースを作るんですけど、もう一個作ります。はい、これねちょっとまだ簡素で申し訳ないんですけども、いやー、赤ちゃんがこんなにいますよ。ねえ、赤ちゃんは本当びっくりするぐらい急に増えちゃったな。多分ね、ちゃんと動画でご紹介をしたのは、ペンギンとヤギの赤ちゃんなんですけど、なぜかもう4匹いるよっていう話ですね。こちらがなんだっけ、ビーバーだっけ、カワウソビーバーの赤ちゃんで、この子が白い猫ちゃんですね。ちょっと毛がモフモフしててすごいですよね。で、こちらがリスの赤ちゃん。赤ちゃんは尻尾ないんだな。で、こちらが鹿だっけの赤ちゃんになります。で、こうやってね見ていただくとわかると思うんですけど、このヤギの赤ちゃんだけねやっぱあからさまにお洋服がしっかりしてるんですよね。この子はねファミリーのセットでお迎えしてますので、お洋服もお父さんと同じ郵便局のお洋服着てて、でペンギンの赤ちゃんはねどうしてもボディがちょっと特殊なので、こういうひらひらひらっとマントみたいなの着てるんですけど、残りの赤ちゃんはねもういわゆる赤ちゃんのデフォ服ですかね。こういうお洋服を基本全員着ていますが、ちょっとやっぱせっかくなのでね赤ちゃんもお洋服作れるようになりたいなと思うので、赤ちゃんのね基本的なお洋服もちょっとできればチャレンジしてみたいなというふうに思ってます。いや、こんなにねちっちゃい子のねお洋服作るの本当初めてなので、どこまでいけるかはもうほんと未知数なんですけれども、できるところまでやってみようと思います。ということで本日はシルバニアファミリー着せ替えソーイング、こちらの本を使ってお母さんのワンピースと赤ちゃんのお洋服を作っていきたいと思います。はい、それではね完成しましたので早速見ていただこうと思います。ちょっとね工事の音がうるさくて聞き取りづらいかもしれませんがすいません。はい、こちらになります。今回ねモデルをしてくれてるのは、こちらがお母さん、ヤギのお母さんと、こちらがリスの赤ちゃんになりますね。それではね順番に見ていただこうかなと思うんですけれども、よいしょ。まずはねヤギのお母さんになります。今回はちょっとね型紙の方をアレンジしまして、上身頃の部分はお父さんの上身頃を使ってます。なのでこちらのリスのお父さんが着ている襟付きの半袖、こちらの型紙の方を上は使って、下はこの普通のねワンピースの下の、型紙をつないだ形で使いました。というのもねちょっとやっぱね襟の実験を一回したかったので、襟をね試してみたかったんですよ。いい感じですね。この折りたたむスタイルすごくいいなって思います。縫わなくていいので細かいところをね気を使う必要性もないで
ですし、とはいえね別にほっつけても来ないので、ちゃんと折りたたんでればね可愛くね襟がつきました。で実はねこれ作り直したんですよ1回。1個目はね写真だけちょっとお出しするんですけど、こんな感じでね、スカートとあと身ごろがね長すぎてちょっとズリズリになっちゃったんですよね。なんで出来上がりとしては悪くなかったんですけど、ちょっとねそのままだと立った時にスカートがねあんまり綺麗にふんわりならなかったので、上身ごろとスカートちょっとだけね2個目はね短くしました。こんでも結構足ギリギリですよね、立った時にね。なんでもうほんのちょっとしたところでねやっぱ雰囲気変わってくるなという感じがします。でもね可愛らしくできたんじゃないかなというところです。でこちらがリスの赤ちゃんですね。これもね実は3個目だっけな作り直してるんです。でこちらに関してはね作り直す前が一応あるんですけども、はいこちらが1個目です。そんなになんかね見た目めちゃめちゃあれっていうことはないんですけど、なんとなくのね感覚で作ってたらね、まだ後ろはこれ止めてないですが結構ブカブカだなって思って、なのでこちらはちょっとだけスリムスタイルになってます。なんでこれよりもね例えば足ももうちょっと見えてますし、このブカブカ感もね多少軽減されてるんじゃないかなという感じです。で感想としてはやっぱりねちっちゃいから簡単ということもなかったですし、シルバニアだから簡単っていうこともなかったです。お母さんと赤ちゃんの型紙どちらにも言えるんですけれども、もうほんとね5ミリどころか2ミリ3ミリの調整でだいぶ雰囲気が変わるんですよね。特にこの赤ちゃんの方に関してはこの脇の部分だったりとかを何ミリ折って縫い上げるかっていうのによって結構もうそれでねシルエットとか着せ感が変わっちゃって、確かに2作目作った方は腕が通らなかったんですよ。ちょっと細くしすぎちゃって針1本分ね縫うだけでもう全然穴の大きさとかね丈の感じとかが変わってきてしまうので、結構シビアだなという感じはしました。なので作りそのものは非常に簡単なんですけれども、一発でね思い通りにできるかどうかっていうのはもうちょっと運というか布とのね相性分厚さとかにもよるので、もうこれはね何回か作ることを前提として作った方が気が楽なんじゃないかなという気がしましたね。でも私一応今回これでお母さんの2回赤ちゃんの3回トライしたんですけど、だいたい自分の癖というものがね分かってきますので、そうしたらね量産体制に入れるんじゃないかなと。自分は例えばこのぐらいの布の分厚さでこれだったらだいたいここはこのぐらい切ればいけるなとかっていうのが分かってくるとうまくできるような気がします。あと裁縫上手、これめっちゃ大事ですね。もうなんならほとんどまずは裁縫上手で仮止めしてちゃんとアイロンでくっつけて、それからもう本縫いするっていうのを繰り返さないと、結局ね折り目も浅いですから2ミリ3ミリなので、そのままただ縫ってるとねやっぱずれてきたりしちゃうので、裁縫上手マジ大事って感じがしました。アイロンもね大事かなと思います。今回ね結構アイロンをかけるシーンが多かったのでまんまとやけどをしましたね。アイロンというかねコテなのでパッチワークコテなのでどうしてもむき出しでね細かい作業をしてるとやけどをしてしまうので、皆さんもねちっちゃいお洋服を作るときは特にねやけどにお気をつけてやっていただくといいかなというふうに思います。いやでもね可愛くできました。もうほんとちっちゃい布で作れちゃう。特に赤ちゃんの本なんてねもう 10×10 あら余裕で作れちゃうので、もうほんとちょびっとだけ布が余ったらとりあえず作るとかちょっと暇な時にちょびっと作るとかね全然できると思うのでね、気が向いたらまたぼちぼち作ろうかなと思うのと、これでね基本の形が分かったので、例えばねボタンやレースをつけたりとかデザインをちょっと工夫したり、この子たちもね例えばここで切り返し1個作ってズボン風にしたりスカート風にしたりっていうこともね慣れてくればできると思うので、いろいろアレンジもしやすいのかなというふうに思いました。いや可愛いですね。確かにねこうやって着せ替えの洋服を作るとより沼感を感じるなというふうには思いました。本日はシルバニアファミリー着せ替えソーイングからお母さんと赤ちゃんのお洋服を作りました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。